どうもペロンです。今回は R タイプファイナル2で新たに開発可能になった機体を紹介したいと思います。今回ご紹介する機体はナンバー 96B5B ゴールデンセレクションですね。ゴールデンセレクションは装甲に貴金属を使用した贅沢な機体となっており、搭載されているゴールドフォースを強化することによって装甲の金属が3段階変化する仕様になっています。1段階目が銅、2段階目が銀、最終段階が金に変化しますが、レアメタル装甲機という割にはベースメタルの銅、貴金属の銀と金に変化するだけとなっており、レアメタルには変化しません。そもそも性質が変化する装甲自体が不自然なので、性質が変化する特別な金属が使用されているという意味なのかもしれないですね。赤のゴールデンアローは直線的に進む金色の流れ星のようなレーザーを発射します。メインのレーザーの攻撃範囲は狭いですが、レーザーから小さな粒子弾を飛ばすため、その小さな見た目以上の攻撃範囲を持っているのが特徴ですね。ただし、回転効率がいいわけでもなく、一発ごとの破壊力もあまり高くない装備のため、使用するときはレーザーの攻撃だけにこだわらずに、他の攻撃手段も考えながら戦った方がいいと思います。青のゴールデンセフィアは、一定時間経過すると爆発する金色の泡のような球体を発射します。この球体は前に進むことはなく、その場で留まるため、罠を仕掛けるように、バイドが出てくる場所に事前にまとめて配置したり、機体を囲むように配置して、バイドの体当たり攻撃を防いだりすることができるため、使い方を考えるのは楽しいレーザーだと思います。ただし、攻撃力は期待できない装備なので、使用する場所は慎重に選んでくださいね。金色のゴールデンシーカーは、上下方向にやや角度をつけてレーザーを発射します。発射されたレーザーは地形を這うようにして進みますが、一定間隔で弱いレーザーを上下から挟み込むように発射するようになっており、対地レーザー系の攻撃範囲の狭さをカバーする仕様になっています。あまり破壊力が高いレーザーではないため、過信は禁物ですが、地形に囲まれたステージでは非常に頼りになるレーザーですね。次にフォースを切り離した後の状態についてですが、これに関してはスタンダードな 4way フォースショットになっており、下手にレーザーや波動砲で攻撃するよりも、こちらの方が火力が出せるようになっていますね。癖が強い割に火力が低い装備が多いため、フォースショットの使い方はかなり重要になると思います。ミサイルは爆雷、追尾ミサイル、誘爆ミサイル、光子ミサイルの4種類から選ぶことが可能になっており、バイド機体の中でもミサイルの選択肢は多めになっていますね。波動砲はゴールドラッシュ砲が搭載されています。2段階のチャージが上限で、破壊力はスタンダード波動砲とあまり変わらないと思いますが、特徴的なのは波動砲をフォースにぶつけると扇状に拡散して飛んでいく仕様になっており、ピンポイント射撃と拡散攻撃をフォースを切り離すことで切り替え可能なのは人型変形機の TL シリーズに似ていますが、フォースを機体の後ろに装備している状態では波動砲が拡散しないのが異なる点ですね。任意の地点で波動砲を拡散可能なのは使いこなすことができれば強力な武器になる可能性はあるのかもしれませんが、波動砲を拡散させても爆発的に破壊力が上がるわけではなく、地形などで死角になる場所もわざわざ当てづらい波動砲で狙うよりもフォースショットで狙えばいいため、機体の正面にフォースを装着した状態ではゼロ距離発射しなければ大したダメージを与えられないというデメリットのみが際立ってしまう残念な波動砲というのが正直な感想ですね。ゴールデンセレクションは見た目の派手さの割に性能はそこまで高いわけではなく、やや火力不足なのが残念ですが、バイド機体からの派生機体だけあって個性的な機体となっていますね。またバイド機体からの派生機体にもかかわらず、バイド機体の開発で培った技術を応用しただけでバイド体を使用しなくなったのはいい点かもしれないですが、貴金属を装甲に使用することで無駄に開発予算が高くなっていそうなゴールデンセレクションで遊んでみてはいかがでしょうか。では最後までご視聴ありがとうございました。またね。